さあ皆さんこんにちは、朝比奈彩です。今回はですね、お家でできる簡単なボディメンテナンスの方法を少しご紹介したいなと思います。ある程度毎日だったり2日に1回ぐらいだったりあんまり決まりはないんですけど、夜寝る前だったりとかにボディメンテナンスしたりとかしてるんですけど、今回はそれよりももう少し念入りにメンテナンスしてますよっていうのをご紹介できたらなと思います。ただ私自身がトレーナーじゃないので細かくは皆様にお伝えできないんですけど、ちょっとずつご紹介できればなと思っています。で、なんでこれをやろうかなと思ったかっていうと、私基本的にボクシングだったりキックボクシングだったりロードバイクだったりとか動かして体調管理だったりとか体のメンテナンスをするっていうことが多かったんですけど、緊急事態宣言になってお家にいる時間がすごく長くなったと思うんですね。その時に毎日お家にいて普通にご飯食べて寝てってしてるのに、なぜか体がどんどん固まってるなっていうのをすごく感じて、筋膜リリース毎日した方がいいなとか、体少し柔らかくしてた方が過ごしやすいなっていうのを気づいたので、ちょっとその部分をね少し紹介していきたいと思います。では今座っていたこれなんですけど、これは開脚がしやすくなるよっていうサポートしてくれるアイテムなんですけど、なんていうんだろう、これサンテプラス株式会社さんのやつに売ってる。これは壁のところに置いて足をこうやって広げて骨盤を立ててくれることができるんですよね。普通に足を開脚してなかったとしても前屈しようとしたりとかするとこの骨盤が丸くなっちゃうじゃないですか。で、丸くなると前に行かないんですよね。なのでその骨盤を立ててくれるサポートしてくれるアイテムです。で、それこそチアダンをやってた時は2年ぐらい前かな、もう毎日これと、あと家に開脚マシンっていうのがあって、ぐる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 ってしたりとかすると開脚勝手にしてくれるっていうアイテムがあるんですけど、それと懸垂マシンを家に買って、その大きい器具を2つ家の中に入れてたんですけど、めちゃめちゃ場所を取るんですよね。で、それでどうにか小さいアイテムで開脚のお手伝いをしてくれるものはないかなと思って探してたらこれがあって、でこれは結構本当に持ち運びもできるし、こういうものを持ってこういう風に体をね柔らかくします。開いていって、私は基本的にこの膝裏がどうしても硬くなっちゃったりとかもするので、そういうところをちょっとずつ伸ばしながらストレッチをしていくっていう感じです。足が内向いちゃったりとかしてると足の方向性が違ったりとかして全然綺麗な足にもならなかったりとか、綺麗に前屈できなかったりとかするので、足はちゃんとまっすぐにして、本当はね足の指をこっちに向けて自分の体の方に向けた方がいいんですけど、体がすごい硬いのでそこまでできないんですけど、だいたいこういう感じで足を外に、こっちも同じ柔らかくして時間をかけてやっていく。で前に倒していく。どんどん倒せるようになってきたら、ここで携帯見たりとか本読みしたりとかして時間を潰してるとどんどん体が柔らかくなっていくので、時間気にせずゆっくりテレビを見たりとかする時にこういうストレッチを入れながら時間を過ごすっていうのもいいんじゃないかなと思います。で、これでもよく見たことあるんじゃないですかね。こういうふくらはぎとかのところを柔らかくするやつなんですけど、これをずっと柔らかくする。筋肉を柔らかくしてなかったりとかするとどんどんむくんでっちゃって足が太くなっちゃったりとかして、でも少しずつ筋膜をね緩くしてあげるだけでも、合ってるのかわかんないけど骨と筋肉の間が緩くなるっていうか、こことかにラインが出てきたりとかするので、それを作ってあげる。こうやってこれは柔らかさとか硬さが選べるんですよ。これめちゃくちゃ硬くてだから痛い。本当にこういう風にゴロゴロやる。ちょっとやったりとかするだけでももう全然赤くなったりとかするんで、運動もしやすいですしね。ちゃんと自分の体をメンテナンスしてたりとかすると、あんまり凝り固まりすぎちゃうと怪我につながったりとかもするので、動いたら動いた分だけ本当はメンテナンスしたいんですよね。だから2時間動いたら2時間メンテナンスした方がいいんだけど、さすがにそこまで時間かけられなかったりとかするじゃないですか。だから毎日ちょっとずつやってあげるのが本当はいい。めちゃくちゃ固まってたりとかするとここから全然動かなくてこうなっちゃったりとかするんだけど、動き始めると柔らかくなってこの辺の筋が見えてたりとかするから、あ、これで筋膜がちょっと柔らかくなったかなっていうのを感じてもらえたらと思います。で、ふくらはぎもすごい固まるんですけど、私はもう太ももの前、運動もそうだし力を入れようとすると全て足でカバーしちゃうんですよ。なので足の太ももが一番固まっちゃうので、ここはもうすごくやるで
横も前も内もずっと。トータルどれぐらいやるんですか？ほんとその日によるんですけど、やる時とかはもう1時間半とか2時間ぐらいずっとやってると思うんですね。これだけじゃなくて種類が寝転びたいし緩くしたいのに、こんな毎日こうやってガリガリなんてできないってめっちゃ思うんで、そういう時はこれ使って肩甲骨の後ろにボールを置いて携帯触ったりとかテレビ見たりとか、肩こりがあったりとかする人は特に背中のところにボール入れて柔らかくした方がいいと思います。ボクシングとかキックとかやるとこう肩がこうどんどん前に出てきちゃったりとか、あと猫背の人とかもこういう風に丸くなっちゃうじゃないですか。それを直すためにボールを2つ入れて背骨を伸ばしていくっていうのを今やってます。ボールを肩甲骨の下に入れて寝てるだけでいいので、これめっちゃいいですよ。これだけで本当にすっきりしますから。ちょっとずつ位置を変えて、最初上の方だったのを下の方に下げてみたりとか、あとこう縮めてみて背骨の一番近いところ、背骨がこう通っていてその横にボールを置いてその部分のこう筋膜リリースをしたりとか、これマジでやった方がいいと思います。デコルテのこの骨があるじゃないですか。この骨に沿って流す、こっちにっていうのをやってます。でこれをこういう風に流す。なんかよくスキンケアとかしてる時とかに顔やって首やってってして、ここで止まるんじゃなくてそれを全部流してあげるようなイメージ、本当に流れてるかどうかわかんないけど、でもこれをやってるだけで肩こりだったりとかこう丸くなってて、なんかこうちょっと疲れたなっていうような操作がなくなるから、やっぱりこの辺はねちゃんとやっといた方がいいです。肩こりある人特にやった方がいいと思います。このリンパを流してると体がこうちょっと熱くなってきたりとかするので、汗がこう出てくるような感覚もあると思います。こういう風にやる。何でもこれを寝ながらやってます。でこれはいつも持ち運びができる楽なアイテムなので、だいたい持ち歩いて、ここ今できそうだなとかって思ったりとかすると、こういう壁にボールを置いてゴリゴリしたりとかこうやってやってるだけでも全然違うと思います。次、これ足の裏なんですけど、これを踏む。毎日乗ってたりとかするともう痛くないんで、テレビを見たりとかしながら全然できるから、こういうのやる。普通の人はどれがいいですか？いや、わかんない。痛いのかな。しょこちゃんやってみます？痛い。痛い足の裏はすごい大事だから、足の裏をこうやったりとか、あとこう片足で立って重心をこうかけてあげて、重くしてより負荷をかけてあげたりとかする。とにかく踏む。でこれですよ。これは前の太ももをほぐす。初め私は両足からやるけど、運動をし終わった後だったりとかするともう本当にパンパンで、片足だけ乗せるとめちゃくちゃ痛いので、両足でちょっと流す。で片足ずつ前の太もものこう土正面を当ててみたり、ちょっと足の角度を変えたりとかして、外側にしたりとか内側にしたりとかして、それをこうずっとコロコロしてる。この太ももの筋肉をめちゃくちゃ柔らかくしてると、お腹だったりとか他のこう筋肉が使いやすくなるんですけど、太ももだけがめちゃくちゃ固まってるともう本当に太ももしか使えなくなっちゃうので、もうどんどん張っていって、もう太ももがもうとんでもないぐらいもう太くなったりとかしたこともあるので、そうならないようにちょっとずつ絞っていってあげるような感じのイメージですね。人それぞれね、痛い場所が違うかもしれないけど、私はもう太ももがダメです。最初は誰かに習ったんですか？ジムのトレーナーさんに教えてもらいましたね、いろいろと。これのやる、両足。あとはこれも同じなんですけど、私はこっちの方が痛いからあんま使わないってわけじゃないけど、足首とかそれはこっちでやる。これ太ももで、こっちふくらはぎの裏とかこういう風にやる。こうやってゴロゴロ裏、そのまま下につけてやってもいいんですけど、負荷があんまりかかんないので、これだとだから高さを上げてあげる。単純に上げてあげて体重乗せたりとかすると、もっとこう柔らかくなったりとかするし、痛くなくなるから、そういうのとか、これをこう膝のところに持ってきてやったりとか、太ももの後ろに入れたりとかするのもいいんですけど、硬くてもう痛い。ふくらはぎが一番いいですね。
あとはこれを膝の下に入れて、ここに入れて、これをこうゴリゴリやる。これがもう本当に痛いです。どんどん太ももの方に上げれば上げるほど痛い。足の甲をこうやってこう左右に動かしてあげたりとかすると、太ももの左側も右側もトリガーポイントが当ててくれるのでいいと思います。負荷がかかって、本当はこれ動いた方がいいです。こうやって。でももう激痛でやばいけど、こういうのをやる感じかな。でももうなんかやってることは大体こんな感じかな。あともう一個やるとしたら、足の甲にこうやって筋があるじゃないですか。こういう、これも私はトレーナーさんから教えてもらったんですけど、この筋に沿ってこの赤いところ、丸いこれをこうやってやる。これが今もう平然とやってるんだけど、これマジで痛くて慣れれば本当に痛くないんですけど、ここはね、最初やった人は衝撃的な痛さだと思います。こういうところとか、あとここね、こういうこうの部分をゴリゴリやる。これはこのアイテムがなくても手の第二関節目でこうやってゴリゴリ、もう力をめちゃくちゃ込めて流してあげる。これはめっちゃいいですよ。お風呂の中でもすぐできるし、足がこう冷えないようにね、こうやって血流がこう良くなるようにゴリゴリやる。今回動かした体、ボクシングとかキックボクシングとか動いた後のメンテナンスの仕方を少しご紹介させていただいたんですけど、もちろん動いてなくても私生活で普通にこう歩いてたりとか、何かこうちょっと体を動かしただけでもどんどん体って固まってきちゃうと思うので、固まってきちゃうとそれが怪我につながっちゃったり、どんどん固まって足が太くなっちゃったりとか、多分コンプレックスを持ってる方ってそれぞれいろんな場所であると思うんですけど、今回ご紹介させてもらったもので今見てくださってる方々のこうコンプレックスが少しでも解消できたらすごく嬉しいなと思うので合ってるかどうかわかんないし、自分でこうオリジナルでここやっぱやっといた方が細くなるなっていう風に感じたこともあったので、今回は少しそれをご紹介させていただきました。なのでこう電気を使って筋膜を剥がしたりとかすることも日常の中でやってたりとかするので、それをねまた別の動画でご紹介したいなと思いますので、皆さんぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。そしてこの動画が面白いなと思ったらグッドボタンもよろしくお願いします。さあそれでは次の動画でお会いしましょう。朝日奈でした。じゃあねー。